こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。今回は飛距離やショットの安定感に直結するパワーパート2、前回のパワーを出せる体の部位の続編をご覧いただきます。今回はパワーを出せる体の部位パート2、上半身と柔軟性、股関節、胸椎をお送りいたします。 A の5、上半身。上半身の体幹部分は下半身同様、人間の大半を占める体幹の部位です。重さのある体幹部分の軸の回転するパワー、力はスピードと強さを生み出す要素です。上半身でのパワーを引き出せるポイントをいくつか見ていただきます。捻転運動としての上半身のパワー。ゴルフスイング中の上半身は下半身との捻転運動を腕からクラブへとつなげる部位です。下半身との捻転をねじりすぎずねじらなすぎず程よくねじりを使うことで自分の中の最大限のパワー、力をクラブ、ボールへと伝えることができます。手振りのスイングではなく体幹部分の上半身の捻転を効率的に使うことはゴルフスイングの原則です。次にダウンスイング時に少し沈むパワー、力を使える上半身です。アイアンのようにダウンブローに打つショットではトップからのダウンスイング時に前傾姿勢をキープしながら左腰を傾けずに左足かかとに踏み込んで体重移動をする動きがあります。この時にトップからクラブを振り下ろすタイミングで胸を地面に押し込む感覚、もしくは首の後ろを地面に押し込む感覚、または人によっては左肩をトップ位置からダウンスイングで左足かかとに体重移動で踏み込みながら左肩を沈み込めるように上半身を下に押し込むことによってパワー、力を出すことができます。次に回転運動としての上半身のパワー。ゴルフスイングでは左右均等に振り抜く基本の動きや特にドライバーなどの長いクラブではフィニッシュまでしっかり振り抜くことが大切なのは皆さんご承知の通りです。このフィニッシュまでの回転運動はインパクト時に目線や頭の位置をキープしてクラブヘッドが振り抜かれて自然と体が振り抜かれた力についていきフィニッシュで左足かかとに乗るというのはセオリーですが、フィニッシュ位置をここまで振り切ると先にイメージして初めに上半身の肩をここまでしっかり回すという上半身のフィニッシュの位置を決めて振り切ると体幹を使ったパワー、力を使うことができます。この動きは両腕をクロスさせてリリースさせて使う使い方ではなく、両腕は極力使うイメージではなくボディターンで体でくるんと回るというイメージが近いかもしれません。上半身の体幹で回転するので両腕の体幹と外れない両腕と胸の三角形がキープして使えればパワー、力をうまく使えて飛距離も出て曲がりを減少させることもできるようになります。プレーヤーそれぞれ左肩意識、右肩意識のスイング。プレイヤーそれぞれにテイクバックからトップを作る動きで上体を捻転しながら右肩を引いてトップを作るイメージの方がピンとくる方や、左肩、左腕にクラブと一体感を持ち左肩を回してテイクバックからトップを作った方がピンとくるという方がいます。またアドレスの時点で右肩を少し引いてインサイドから振り抜きやすくする、上半身の肩のラインを作りドロー系で打つか、その逆に肩をオープンに構えて初めからアウトサイドインのパワーフェードで打つかを明確にして肩のアライメントを作ることによってそれぞれのイメージに合ったパワー、力の使い方ができます。両腕は肩についているのでインパクト手前からフォローにかけて肩の向いている方向に両腕は振り抜かれるので上半身の肩のイメージを明確にして
パワー、力をロスなく無理なく使いたいですね。次に A の6、柔軟性。ゴルフでは体の柔軟性は大切です。体全体がしなやかな柔らかさがあることはいいことですね。ゴルフスイングで特にパワー、力に結びつく2点を挙げます。まず1つ目に股関節の柔軟性のパワーです。股関節の柔軟性は上半身の前傾をキープして上体が起き上がらずに回転運動をするために大切な柔軟性です。インパクト時に上体の前傾をキープしてハンドファーストにクラブフェースを扱うには、インパクトからフォロー、フィニッシュにかけて左の腰、お尻を高さを変えずに回転させて、インパクト時のクラブを振り抜くスペースを股関節の柔軟性でお尻を後方に回して下半身リードで腰を上半身より先に回転させて左サイドを振り抜くスペースを作る必要があります。皆さんが知っての通り、インパクト時の起き上がりはクラブフェースも開きやすく、上体の起き上がりの時にスイング中に保たれていた重心の力が上に解放されてパワー、力も上へ逃げてしまい、スイングのアーク自体変わってしまいます。この時の腰、お尻を高さを変えずに回転するために股関節の柔軟性がパワー、力を逃がさない動きをするためにも重要です。サイドベンドの柔軟性のパワー。テイクバックからトップを作る時にも使われているサイドベンドの動き、内腹斜筋、外腹斜筋の伸縮しながら回転してトップを作る動きですが、このサイドベンドがスイング中にパワーに大きく影響するのは、ダウンスイング時に頭を斜めにかしげた角度でキープして前傾した状態のインサイドから野球のアンダースローの投手のような軌道で右腕を通す時に必要とされる状態の柔軟性です。この頭を斜めにかしげた角度でキープすることにより、ビハインドザボールと近い頭とクラブの力が発生してパワーが出せます。さらにこの腕の通り道でのスイングプレーンではシャフトに余計なトルクが発生しづらく、クラブヘッドも開いたり閉じたりというヘッドにも横振りの時に発生するトゥー側が走りやすい、ヒール側が走りやすいなどの動きが少なくなるためです。結果、ロスなくパワー、力をボールに伝えられ、左右のヘッドの暴れも少なくなるので、ボールへの左右のサイドスピンが減少するので、球筋も安定して、やはり結果的にはパワー、力を効率的に伝えることができます。このサイドベンドの動きは柔軟性と言っていいと思いますので、柔軟性として挙げます。かなりきつい動きですが、かなりの効果の見込めるポイントです。ぜひ練習してください。今回はパワーを出せる体の部位、パワーパート2をご覧いただきました。気に入っていただけた方はチャンネル登録、いいねの評価いただけたら幸いです。それではまたご視聴ありがとうございました。